おはようございます。今日は茨城県取手市にある桜子さんに来ました。そして今日は来た理由がございます。最近長谷部釣り具さんでご紹介をさせていただいた新しいメーカー富岳さん、その富岳さんからですね、なんとこの4月新しい竿が発売されました。おめでとうございます。本当はですね、発売される前にご紹介をしたかったんですけれども、なかなか都合がつかずですね、ちょうどこの動画撮影している 2,3 日前に発売になりました。そして今こちらにですね、発売された四月知名、こちらの竿がございます。もう本当にですね、この竿をこれからインプレさせていただくんですけれども、なんといってもこの価格帯なのにもう作りが成功です。そして今僕四月の竿袋見せてますけれども、こちらの竿袋もとてもおしゃれですよね。竿をですねしまう袋の部分も巻き込み型、こう巻いて最後に爪で留める、そういった仕様になってまして、近年の蝶結びなんかできる竿袋の仕様とは違うものになってますけれども、これからですねこの四月を使って桜子さんの素晴らしいヘラブナを釣っていこうと思います。それではですね、ちょっと竿のインプレ僕一人になっちゃいましたけれども、少しでも皆さんに四月知名のですね良さをお伝えできるように頑張ってインプレしていこうと思います。それではよろしくお願いします。ご説明をしていくんですけれども、今回ラインナップとしては4本だそうです。9尺、10.5 尺、12尺、13.5 尺です。そして僕今回ねプロトをお借りしてるんですよ。もう本物のちゃんとした正規品は販売店さんで販売されております。販売店さんは今画面に出ておる通り数店舗しか扱いがないので、もしもご購入をね考える方、または店頭で触ってみたい方はお問い合わせをしていただいて、ちゃんとその製品があるかどうかを確かめてからお伺いするようにしてください。そしてこの地月知名なんですけれども、高野地区の味わいを復元しながらカーボンの軽さ、硬さ、弾力性などの利点を取り入れ、遊び心のあるバネの強い調子を再現しておるそうでございます。調子としては軟式銅調子ですね。そして穂先がですねカーボン一体成形ソリッド穂先を採用ということで、無垢カーボンでございます。この無垢カーボンかなり強くて折れないというのが特徴だそうですね。そしてリアルな立体斜め竹節プラス鳳凰の目をぜひご鑑賞くださいということで、今近くで竿のね映像を見せてますけれども、かなり綺麗にそして作り込まれております。そしてグリップには和なし地呉で丁寧にシラン装飾した自然な仕上がりですということで、本当にこちらのグリップもですねシランの装飾がなされていて、少し金粉みたいなのがさーっと散りばめられております。竿全体としては笛巻きの本当に小豆色っていうのかな、ちょっと難しい色合いですけれども素晴らしい装飾になっております。ちょっと竿の曲がりなんかを見てもらいましょうか。とてもね細身のロッドなんですよ。かなり細いです。縦振りがこんな感じ、本当に銅よりももっとグリップ側で曲がってくれるような竿になってます。こんな感じです。いやでもねこの価格帯でねこの竿を出されちゃうとね、正直言って僕は驚きとともに少し恐怖を感じております。本当ですよこれそしてちょっとねさっき練習で 2,3 枚釣ったんですけれども、その時の感想、やっぱりね大型のヘラとかめちゃめちゃ引くヘラには魚を上げるのに少し時間かかるかなと思いました。そして込みも少しグッと後追いする込みが少し足らないのせいか抜けやすいのかなと思ったんですけれども、それメーカーさんに問い合わせたらば正規品はちゃんと差し込んでグッと入る込みになっているそうなんで、魚をかけた時は抜けずに、またしまう時ね竿をしまう時に
抜けやすい、そういったちゃんとコミの仕様も改善されているそうでございます。さあどうなんだろう。この竿ちょっと使ってみて、富岳の地月地妙の楽しさというか遊び、それをお伝えできればなと思います。それでは実況いってみましょう。それでは今日はね、メーター両段をやっていこうと思います。ちょっと今日は 13.5 尺をお借りなので、皆さんね、常連さんに今日伺ったらやっぱりね、短尺8尺9尺ぐらいの提灯がいいそうなんですけど、今日は 13.5 しかないので 13.5 で少し大きめのメーターの魚を狙っていこうと思います。そして浮きは、富岳さんのですね SF スプレッドっていうんですかね、ボディは羽2枚合わせ、トップは PC ムク、足はカーボンで朝7セットにいいそうなんですけれども、こちらの浮き全部でメモリ9目なんですけれども、餌落ち7目で取って、餌はスゴフとカルネバ、スゴフが300、カルネバ200、水がですね125入れてます。そして少し手水でね柔らかくした餌でやっていこうと思ってます。それではやっていきましょう。普段もちろんカーボンロッド使ってますけれども、軟式同調子の竿ももちろん使ってます。ただここまでの軟式、細身の軟式同調子って初めてで、やっぱり竹竿に近いんですよ本当に。だから振り込みもちょっとしづらい、あと重さも少しあります。なので普段の例えば他社の島野さんとか大和さんの竿を僕使ってますけど、同じように振り込むと餌の振り込みがすごくねしづらい、飛ぶんですよ餌が柔らかいから。なので結構竿振りも最初練習しないと定まらないというか結構大変です。でこのメーターの差しでちゃんとね第一重りからメーター以上あるっていうのをちゃんとお見せしておきますね。メーター以上ありますね。それではやっていきましょう。結構優しめです。優しめに振り込んであげる。で餌落ち斜めで取ってて、針はバラサの6号なんですけど、多分ぐーっと沈んでって、今日の餌の感じだと2目ぐらいで止まってくれると思うんですよ。この辺りかなね、この辺りで止まってくれる。この馴染み幅でいきます。だから餌馴染みで、5目か。結構ブルーギルとかねジャミも多いんですよここ。まだ1投目なんで馴染み切ったら切っちゃいますけど、今竿振り見ていただいた通りポーンって軽く振っても餌が飛んでくるんですよ。だから普段使ってる僕の台場の竿とかとはちょっと違うかな、キャラクターがね。でも面白いですよ。魚かけた後めちゃくちゃ曲がります。あと富岳さんってもちろん今回竿も出してますけど、今浮きも使ってます。そして万力だったりその他ちょっと今後いろいろ出る予定なんですよ。なので富岳さんの商品で全部一揃えできちゃうぐらいのそういったメーカーさんになってます。新進気鋭、勢いありすぎですね。浮きもかなりのラインナップがあるんで、ぜひ皆さん販売店さん限られてますけどお問い合わせして見に行ってみてください。浮きも成功で安いですよかなり。すいません、ちょっと変更つけます。
ね、いい感じですね、馴染みも。今回結構富岳さん挑戦的なんですよ、僕の中で。やっぱり賛否両論出るのは当たり前で、やっぱ差を出すって並大抵なことじゃないらしいんです。いろいろな方から聞くと。その中ででもまだ日本に進出してきて2年ぐらいの中で竿まで発売にこぎつけるっていうのは、それほどメーカーさんのその力、やる気、それがすごくこうあるからこそここまで来てると思うんですね。だから僕はそこはすごくこうすごいなって、まあおこがましいですけど評価してて、ぜひこの竿がね、皆さんの手に少しでも渡って遊んでもらえる竿になれば、ヘラブナ釣りがもっともっとこう裾野が広がると思うんですよ。やっぱ大和島の二強じゃ僕はダメだと思ってるんで、そういうこと言っちゃいけないんだけど本当は。ただでもまあ僕は今回ね、個人的にこれやってる話ですから本当のこと言わせてもらいますけど、それによって大和島のだってこういう竿を今度作ってやろうかっていう対抗意識も持ったりしてね、もっともっとこう僕らを楽しませてくれる、そういった流れになると思うんですよ。僕はそれを深く深く望んでます。偉そうなこと言ってて釣れねえよや。お、当たったね。ああ、よし来た。皆さんこれです。この曲がり見えます？この曲がりでもちゃんとね、沖から上げてくれますよ。ほら顔ちゃんと。あんま大きくないけどこの魚でこんだけ曲がるんですよ。ほら見えます？皆さんほら、もう胴から曲がってる感じもう本当にグリップの次ぐらい、グリップの番手からの次ぐらいから曲がってくれてる感じですね。でもちゃんと沖から顔を上げてちゃんとタモ網にインできると、まああれですね。いやいいそうですよ、マジで超面白い。あんまり桜子さんの魚にしては大きくないんだけど、この魚でこんだけ遊べるっていうのはありだね。ほら桜子ベラこんな感じ。浮きも富岳の浮きでカッと当たってくれて、で合わせると竿もギュ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 ッと曲がってくれてなんかメーカーさんから取り込みがねしづらいとか言われたけど、全然そんなことないと思うんだけどな。しっかりしてる竿だと思うよ俺これ。むしろめちゃくちゃ面白い。
ほら見て、めっちゃいい当たり、連チャン。ほらいいでしょ皆さん。これもそんな大きくない？いやそんなことないな。全然ちゃんとあげてくれるよ魚。ほらいい魚、これさっきよりいい魚だ。おお、待って待って、たしなみだね。たしなみだよ本当に。このぐらいの魚でも全然すんなり上がってくる。だって35ぐらいあるでしょ。落とし込みしやすいな全然。当たれ。うわ当たれ。よっしゃー、もらった。これいいんじゃない？おおめっちゃ引く。これいい魚よ。おお突っ込むね。見えてます皆さん、これがたしなみですよ。面白いよ。ほらなかなか上がってこない。結構近くまで来ちゃうと上げづらいから、沖でちゃんと顔をね上げてからのがいいですね。これでかい。食ってるわ、食ってるし、でかいわ。これいい魚釣れた。このクラスになってくるとちょっと上げづらいね。でもこれが面白い。ちゃんと食ってるよ。ほら皆さん見える？ドセンターやん。ほらドセンター引いてあげる、浮きカメラこれ絶対外れないから大丈夫いくよ。ほらほらほら皆さん見える？ほらセンターバッチリ。これいい魚だな。あんまり釣られてないし、しかもフラシに入ってない。これいい魚っすよ。ほらほらこれいい魚。このクラスで今の引きだとすっごい楽しめる。センターに食っててもさ、あんだけ引くんだから。僕はヘラブナ釣りを始めて今3年、そしてこの2025年で4年目になりますけど、野釣りを中心に管理釣り場でも遊ばしてもらってますけど、やっぱりねヘラブナ釣りって遊び方を限定しちゃうと絶対面白くなくなるんですよ。遊びってなんかこう最近のヘラブナ釣りはどっちかっていうと競技に趣を置きすぎちゃう人が多くて、人より釣ってなんぼ。もちろんそれも遊びの一つ。そして今やってる僕のこういう遊べる竿で魚一枚一枚の引きを楽しみながら釣るっていうのもヘラブナ釣りの遊びの一つだと思ってるんですね。そして僕らが普段やってる野釣りの一枚の感動もうそれぞれによって楽しみ方が違う中で遊んでいるんで、やっぱりそれ一つ一つをとってもその人に刺さる竿って絶対あると思うんですよ。だから僕たちの動画を通じて一助となる竿が見つかれば嬉しいなと思ってます。それでは動画内ラスト1枚いきますか。富岳さん初めて出す竿にしてはクオリティかなり高いと思います。これ今後の竿も期待ですよ。これ本当にこれよ。
気持ちいい気持ちいいよ。ほら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 、これすっごい曲がる。でも全然引き負けないっす。いい竿や、こりゃいい竿だわ。遊べるこれ食ってますからね、これ。ほら、あげてこい。いや、いい魚。はい、ありがとう。よいしょ。今腕怪我しててあげらんないんですよ、俺。ここ痛い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 、肘を怪我しちゃってて。ありがとうございました。動画内最後の綺麗なまあ小ぶりだけど綺麗な魚。ほら、ありがとう。いや、全然いい竿なの分かってくれました、皆さんね。これちょっと今後大注目です。それでは皆さん、しずき奇妙どうでしたでしょうか。本当にね、富岳さんから初めて竿を出したにもかかわらず、とてもね優秀な竿だと思いました。もちろん見る人、触る人によってはバランスもまだまだだっていう人いるかもしれませんけれども、でもこの価格帯でしっかりとこう竹竿チックでデザインもさながら、この遊べる竿がしっかりと仕上がってるっていうのは、僕はこれは一矢報いるんじゃないのかなと思ってます。ぜひね、なかなか販売店さんが限られているので実際に触ったりすること困難なんですけど、ぜひ皆さん店頭で触ってみて、実際にこのデザインまたは竿のしなり、軟式同調子のしなりを見て、この富岳さんのしずき奇妙使ってみてはいかがでしょうか。また富岳さんからね、いろいろ製品出てます。浮きもそうですけど、浮き箱だったり小物関係も出ておりますので、ぜひそちらも見ていただきながら富岳製品で楽しんでラブな釣りをたしなんでいただければと思います。それでは今回は富岳さんから発売されたしずき奇妙のインプレ動画でした。ありがとうございました。